と Google Pay かなと。やばい、40歩。ちょっと頑張って歩きます。11,803。頑張るぞ。1330。2793。1977。今日は心がズーンって感じ。なかなかこう切り替えて上がるっていうのができない一日でした。昼間も体がずっとだるくて、今日はちょっとしんどい日でした。だから今日は晴れてたから歩きたかったけどやめました。で、今ストレッチだけしてちょっとゆっくりしてます。多分うつの
浮き沈みの影響だと思うけど、今日はちょっと寒かったから、寒さでストレス感じてたのと、まあ、って思うようなことも続いて、ちょっと気持ちがね、あんまり上がらなかったっていうところかなと思います。まあそういう時はね、心地よいぐらいな適度な運動で体と心をリフレッシュするっていうのが心身相関の関係で、まあ脳のね、作用にいい働きをするから運動するのがいいんだけど、でもうつ病になってると、やっぱそれが普通の人はそういう対処の仕方でうまくいくんだけど、なかなかうつ病の症状が強く出てきた時に、健常者と同じような生活、同じスタイルでダイエットをする。まあそもそもダイエットをするっていうことが、まあ正直難しい状況もあるのも事実で、数週間は比較的に、まあ健康的な、まあダイエットを意識してやっていたけど、やっぱりたまにね、こうやって体調が崩れることがあるから、そういう時は、まずは自分のダイエットが優先じゃなくて、自分の健康を優先にするっていうことを考えて、心の安定が今一番大事だから、リラックスした一日にしようと思って歩くのもやめました。だから、今日は何歩歩いてんだ？今日は2232歩しか歩いてないけど、まあ、そういう時もあるよね、みたいな。筋トレも筋肉痛が治ってきたからちょうどやり時だけど無理しないっていうのをちょっと優先にね、今日は過ごそうと思います。5、6、7、8、9、100。ちょっとへこんできたんじゃね？ねえ。ほら、ここも線入ってきたし。どうですか？63.5。うわほらほらほら。59。まあまあまあ。お 38.5。32.5。はい、ということで、喉が
はい、ということで、3週間かなダイエット。終わりました。続きました。うん。はい。やったー。今週の振り返りをすると、いつも食事、運動、睡眠休養で最後精神の話してるんだけど、ちょっとね、今週は精神のところがちょっと不安定になってしまったので、ちょっとそこを重点的に話しながら食事、運動、睡眠休養振り返ろうかなって思います。精神がちょっと不安定になってしまったっていうとこなんだけど、ちょっと悩みっていうのかな。自分の中でモヤモヤすることがあって、それがちょっと、最初はね、ストレスマックス10で表したら、1、2くらいなレベルのものなんだけど、やっぱり、ちりつもで蓄積されるとね、どんどん増えていくっていうところに、ね、なっていって、それがちょっと、やっぱ、うつのね、症状がよく出てきた。気持ちが沈んでしまう。体の調子、だるさっていうの。あと眠れないとか。そういうとこが、出てきたので、どうしようかっていうとこだったんだけど、前の動画でも言ったと思うんですけど、私は、うつを抱えながら、ダイエットをしていくにあたって大事にしているのは、精神が安定しないっていう状態はもう何かしらの負荷がかかってる状態なので、そこからさらに負荷のかかるダイエットをするっていうのは、心身に大きな負担がかかるので、そういう風になった場合は、中断をする。または、そのダイエットの負荷を、緩めていくっていうような処置が、大事だと私は思っています。はい。ね、だから、ダイエット頑張れなかったっていう風に落ち込むんじゃなくて、それはちょっと休む時だっていう風にね、気持ちを切り替えてやっていく。続けるためにも、休みも、取り入れていくことが、大事だと思っています。そういう観点も含めながら、うつの、改善にも関わってくるとこにもなるんだけど、ダイエットをしていく上で大事な話もちょっとしていこうかなと思います。食事のとこについてなんですけども、食事は、3食しっかり食べれてました。ダイエット始めた最初の頃は、食事をとるのを、しばらくずっと鬱になってからあんまり取ってなかったっていうところもあって、取れなかったところもあるんですけど、3週間経ってきてだんだんと慣れてきたので、朝ごはんを食べないと始まらないっていう体に、切り替わってきたので、はい、しっかり3食食べれています。次は、運動については、生理が終わったので、1週間の前半は運動をちょっと頑張ってたんだけど、やっぱり気持ちが落ちてしまったところもあって、で、大体そういう落ちた時って、運動すれば、心身相関で、心身がリフレッシュされて、いいよっていう場合もあれば、うつ病あるあるだと思うんですけど、体を動かすこと自体が辛い時もあると思うので、そういう時だなって、感じてる時は、無理に運動しないっていうのが、自分の中で留めてるところではあります。なので、これならやってみたいなぐらいな気持ちで、できる運動、簡単な運動をやっていました。はい。次は、睡眠。睡眠の質は、今週はちょっと下がってました。寝る努力はしてたんだけど、多分寝てる間もそうぐるぐる考えてるんだろうね。起きた時も寝た気がしない。睡眠の質が悪いなって思うようなこともあって、昼間ちょっと眠くなってしまったりっていうこともあって、ちょっと十分な睡眠は確保できなかったかなって思います。頭の中の思考がぐるぐる同じこと考えたりとか、悩んでもしょうがないことずっと悩んでしまったり、疲れているのに考えがどうしても止められない。自分でも止めようと思ってもいつの間にか考えちゃう。みたいな状態。反数思考って言うんだけど、そういう、うつ病でよく見られる症状なんですけど、睡眠の
質が欠けてくる。関数思考っていうのは、一つ、自分の中で、なんかちょっとやばいなっていうバロメーターの、基準にするといいのかなって思います。考えすぎちゃってちょっと寝れないっていう風になっちゃった時に、やっぱり、それを解決した方法は、人に話す。なんかその自分のモヤモヤをちゃんと理解してくれる人に、話す。家族だったり、それをよく理解してくれる人に相談する。っていうことで、今回は解消しました。根本的なストレスの原因は解決できてなかったんだけど、人に、自分の考えを共有できた。今自分の考えていることは間違ってるのか、どの立ち位置に自分がいるのかっていうのが、分かっただけでも自分の中ではね、救われた部分があるので、それで、安心してたっていうところで、睡眠の質は、確保しつつあるっていうところです。はい。ということで、今週はダイエットをメインというよりは、精神の安定をメインにした1週間になっていったかなって思います。精神を整えていくために、大事になってくるのは、結局ダイエットと重なるところではあるんだけど、食事、運動、睡眠及び休養ですね。になります。はい。保健体育の先生だったので。はい。食事についてはタンパク質を摂取して、セロトニンを分泌する元となるトリプトファンを、脳にね、運んでいく。で、その運ぶのをスムーズにするためには糖質が必要ですよ。だからバランスのいい食事がまず大事。食を食べる、朝日をしっかり浴びることで、体のサイクルが整われて、セロトニンの分泌、活性化をより、促してくれるっていう効果もあるので、3食しっかり朝から食事をとること。睡眠もしっかり確保して朝しっかり起きれるっていうことも大事になります。運動についても、リズム運動、歩くとか、ジャンプするとか、簡単な動きでもいいと思います。体に刺激があると、脳のセロトニン神経に刺激されて、そこもまたセロトニンの活性化につながる。で、睡眠については朝昼食べた、食事でできたセロトニンが、メラトニンっていう、眠気を誘う、ホルモンに変わるんだけど、そのメラトニンによって、睡眠の質っていうところも左右されてくる。スムーズに眠りに入れるっていうところで、睡眠の質も、改善されていくので、そのメラトニンの元となるセロトニン、昼間からセロトニンを作っていくことが大事。だからそのためにもやっぱり話が戻るけど、その3つが大事になってきて、セロトニンがあることで、精神が安定していくので、とりあえず3つ大事です。はい。それももちろん大事だけど、セロトニンだけじゃカバーできない部分もあると思うので、数思考をなくすためには、やっぱり人に自分の思ってることを共有、打ち明けるっていうことも、すごい大事になってきます。やっぱり一人でね、抱え込んでできることってたかが知れてるし、自分がやっぱり傷ついていく、自分の心が壊れていくだけだから、そんなことをしてても、何も解決にもつながらないし、自分っていうものがなくなっちゃったらもう遅いので、そういう風にならないためにも、できることは早めにやっていくことがいいと思います。打ち明けられる人一人でもいいと思うので、見つけてください。はい、もし見つからなかったら、私のコメントでもいいです。抱え込んで、一生懸命一人で頑張っちゃおうとしてる人が多いと思うので、コメントの書き方については、言葉は誰が見ても嫌にならないような丁寧な言葉で、書いてくれれば、どんな書き込みでもいいと思います。言っただけでも気分が楽になると思うので、コメント、人に見られても大丈夫って人がいれば、難しいって人がいれば、インスタやってますので、DM でも、送ってくれれば、できる限りのことをしようと思います。はい。
はい、ということで、今週も無事終えることができました。コメント、いいね、いつもありがとうございます。はい。またね、さらに自分に磨きをかけて、うどはん氏に素敵な自分を見せれるように頑張りたいと思いますので、ね、皆さんも無理のないように頑張っていきましょう。ね、短期ではなく長期でね、結果出そうと思ってますので、本編でね、私のやってること見たら、って思う部分もあるかもしれないけど、長期で見たらトータルいいよねっていうところを私は求めてますので、はい、気長に頑張っていこうと思います。はい、明日の私を好きになる今日も見てくださってありがとうございました。バイバイ。